東条株式会社の営業部。僕が所属している会社では、一番花のある部署と言われている。圭吾さん、お疲れ様です。ああ、金子くん、お疲れ様。今日は外回りだったのかい？はい。圭吾さんが紹介してくれた取引先、本当にいい人たちばかりで。社外から戻ってきた今年入社の新人営業マンである金子智樹くん。息子がいたらこれくらいかなと思うほど年齢は離れているが、慕ってくれており、よくこうして話をする。それはよかった。僕はそろそろこうして後方支援をする役回りの年齢だからね。取引先の方、圭吾さんに会いたがってましたよ。本当に慕われてるんですね。俺も嬉しいです。嬉しいことを言ってくれる。こういう子がこれからのうちの会社の顔になっていくべきだと、僕は一線を退き、後輩の教育業務に当たっている。表だったノルマなどはなくなったが、こうして後輩たちの成績が僕の評価に直結するので、やりがいがなくなったなんてことはない。ただ一つ問題があるとすれば、おー、伊藤、今日も窓際業務お疲れさん。派手なブランドスーツに身を包んだ上司の上野部長がニタニタと笑いながらこちらへ近づいてきた。部長、お疲れ様です。なんだ、新人相手にご機嫌取りかよ。お前、営業マンとしてのプライドはどうした？プライドは。ええ、今日はともきくんが成果を上げてきてくれましたよ。ともきくんの肩をポンと叩くと、上野部長は大げさにため息をついてみせた。お前なあ、それは金子の成果。俺が言ってるのはお前自身の成果だよ。ああ、僕は今新人教育中で直接営業成績のノルマを上げているわけではないので。それが甘えだっての。いいか、俺が新人の頃はな。始まってしまった。上野部長は現場主義というか、営業は取引を勝ち取ってなんぼという精神が強い。僕が一線を退いて後輩育成専門になっても、なおノルマを課そうとし、営業成績が昔はという話に持っていきたがる。まあこの話は今日俺の馴染みの店に行ってからにしよう。もちろん付き合うよな。え、今日ですか？ともきくんの肩に腕を回して確認する上野部長。これは断るのは難しそうだ。伊藤、お前はもちろん来るよな。中卒独身は給料日後の金曜日、暇でしょうがねえよな。はあ。ともきくんだけを行かせるのも忍びない。僕は仕方なく付き合うことを了承したのであった。就業後、上野部長に連れて行かれた馴染みの店というのは、居酒屋でもラーメン屋でもなく、上野さん、こんばんは。おう、あけみちゃん、こっちこっち。キャバクラだった。本当に常連なのだろう。迷うことなく女の子を指名し、フリーの子を僕たちにつけて、いつもの席というところに着席する。今日はお友達も一緒なのね。そうなんだよ。いやー、若いのは有望でな。俺も期待してんだけどよ。問題はこいつだ、こいつ。そう言って一杯目をすぐに空にすると、ニタニタしながら俺を指さす上野部長。いいか、伊藤金子。さっきの話の続きだけどな。俺が若い頃は後輩を育成しながら営業成績も伸ばし続けたってもんよ。はあ。教育に終始するなんざ、二流どころか三流がやる仕事だ。つまり、お前は三流なんだよ。やだ、
三流なんて上野さんたらはっきり言ったらかわいそうよ。ねえ、と明美さんがこちらを困った顔で見つめる。いやいや、明美ちゃん、聞いてくれよ。俺ってば、部長だろ？役職持ちだろ？でもこいつと年は変わんねえわけ。こいつはひらもひら、ひらひらのひら。2杯目を機嫌よく飲みながら手をひらひらと振ってみせる。金子、お前もこんな年の取り方すんなよ。いや、自分は別に圭吾さんを尊敬してますから。はあ？お前何気を使ってんだよ。弱みでも握られてるのか？そんなこと。難しい顔をした友樹くんに気づいているのかいないのか、同意を求めたものの、それを得ることはできず、上野部長はおつまみに伸ばしていた手を止める。心配すんなって。伊藤が使えねえやつっていうのは、会社も公認してんだからよ。だからいつまでたってもヒラなんだよ。そうなの？当たり前だろ。中卒で入社して、勤続36年。営業成績もそれなりだったのに、1年前から新人育成だけやってろって、窓際に追いやられたんだぜ。まあ、36年、立派ですね。明美ちゃん、会社で居眠りしてたって、勤続36年は到達できるぜ。やだ、上野さんたら。フリーでついてきた女の子たちも、上野部長の機嫌を取るようにはやし立てる。僕はそれを見ながらふーっとため息をついた。だいたいよ、この年で独り身。そもそもそれがありえねえだろ。どうしてですか？お前に魅力がねえってことじゃねえか？社会人としても男としても。マジで使えねえやつは世界から必要とされてないってことだろうな。ちょっとスケールが大きすぎるわよ。女の子たちと上野部長が大笑いする。マジで使えねえ。どうしようもねえ中卒中年だよ、伊藤は。社長、お呼びでしょうか。その時、入り口に立っていた黒服のいかついボーイさんが突然こちらへやってきて、そんなことを言った。その場が水を打ったように静かになる。ああ、呼んだよ。すまないね。そう言って僕はその場ですっと立ち上がった。お客様、気持ちよくご歓談のところ大変申し訳ありませんが、少々よろしいでしょうか。ボーイに背後を取られ、上野部長がその場に立たされる。僕はスーツのボタンを外し、ネクタイを緩めると、髪をかき上げて髪型をオールバックに変えた。伊藤、一体これは。上野部長、いつも当店をごひいきにしてくださってありがとうございます。さあ、店長、ご挨拶して。僕がそう声をかけると、今度は友樹くんが立ち上がり、懐から名刺を取り出した。申し遅れました。バーシーン店長の金子智樹と申します。はあ？それはいつも営業の時に使っている名刺ではなく、本当の、この店の店長として使っている名刺だった。驚きに声を上げながら、上野部長は目を白黒させる。明美さんたちも立派な接客でしたよ。僕と智樹くんの顔を見ても、いつも通りの接客をしていたこと、とても素晴らしい。ありがとうございます。もう驚きましたよ。店長と社長が突然お客様としてお見えになるんですもの。明美姉さんがいつも通り接客していたから、これはそうした方がいいんだなと思って。どうでした？不自然じゃなかったですか？立派でしたよ。ただ、僕は智樹くんの肩にポンと手を置いた。
友樹くんはちょっと我慢が足りなかったですかね。すみません。あまりにも圭吾さんを上野部長が悪く言うので。そう言って友樹くんは盛大にため息をついた。わけがわからん。伊藤、金子。これは一体どういうことだ？あ、すみません、上野部長。忘れていました。その存在をという言葉を飲み込んで、上野部長に向き直ると、ニコニコと笑いながら説明を始める。僕は10年前、本当は退職して独立するつもりだったんですよ。独立？それをどうしてもと東條社長に留意されましてね。僕の接客術を教え込んでほしいと。だからお前、一線を退いたのか？その通りです。だから、社内での出世や役職をつけないことを条件に、そのお願いを聞くことにしたのだ。時が来たらいつでも退けるように。友樹くんは一度社会勉強をした方がいいと思って、東條株式会社に入社してもらいましたが、れっきとしたこの店の店長さんなんですよ。こんな若い人が店長だなんて嬉しいでしょ？ね、と明美さんたちがニコニコと笑い合う。どういうことだ？俺はずっとここの常連で。やだ、上野さん。うちの経営母体が変わったって話、私しましたよ。明美ちゃん。明美さんが上野さんににっこりと笑いかけた。うちの会社が傾いた時に、うちの店ごと社長の会社が買い取ってくださったんですよ。2年前の話です。そんなにがっかりしないでくださいよ、上野部長。これからもうちのお店をよろしくお願いしますね。僕は明美さんたちと同じようににっこり笑うと、呆然とする上野部長にそう言ってみせたのであった。戻りました。ああ、友樹くん、おかえり。どうだった？はい、今日の取引先との商談もしっかりまとめてきました。自信が出てきたのか、友樹くんは最近胸を張って記者することが増えてきた。それでこそというものだ。それじゃあ僕の方から上野部長へ報告をあげておくから、今日はもう上がって大丈夫だよ。ありがとうございます。あ、これ、明美さんたちから預かってきました。ありがとう。手渡された封筒を開くと、そこには、やれやれ、困ったものだね。それでも半分は支払ってくれたみたいですけどね。これで半分とは、ずいぶん溜め込んでいたものだ。それは上野部長宛ての請求書だった。彼が常連になって数年、結構な回数をつけていたらしく、それがたまりにたまって、総額300万とそこには記載されていた。これで、あれだけ彼のプライドがへし折られたのにもかかわらず、この会社を辞めない理由が分かった。そうだよな。部長という役職手当は、プライドよりも捨てられないよな。借金生活ならなおさらですよね。ちらりと上野部長のデスクを見る。今日も遅くまで取引先を巡っているのか、そこに上野部長の姿はない。仕事が真面目なのはいいことなのだが、マウントを取る相手がいなくなってしまった上野部長は、社内にいることが少なくなってしまった。役職上彼の承認が必要なこともあるので、もう少しデスクにいてもらいたいものだが、まあ僕や友樹くんにできるだけ会いたくないのだろう。それでも今日は戻るまで待っていますけどね。圭吾さん、社長の顔になってますよ。おや、いけないいけない。あくまでもここではただの平社員なのだから。僕は笑顔の裏に真意を隠して報告書に向き合うのであった。